んにちは、池田真子です。今回は3000円以下で購入できるタワーの収納グッズを紹介していきます。タワーの商品といえばすごく作りもしっかりとしていて丈夫で長く使えるものが多いですよね。ただ便利そうだけど種類も豊富でもうどれを買えばいいか悩むという方もいるかと思います。そこで今回は整理収納アドバイザーの目線でもうこれさえあれば便利とかより多くの家庭で活用できるアイテムを厳選しました。しかも今回紹介するものは全部3000円以下で比較的買いやすいと思います。新商品の画期的なアイテムやもうキッチンやリビングなどもうお部屋ごとに揃えたくなるような便利アイテムもあるのでぜひお買い物の参考にしてください。では早速もうやっぱりさすがやなと思ったものから紹介します。まずはこちらです。タワーの高い位置でかけられるマグネットハンガーフックです。こちらは L サイズが2つ入って2530円で販売されています。商品はこちらですごくシンプルなマグネットフックになっています。で、後ろがネオジムマグネットになっているんですけど磁石もすごいしっかりしています。この磁石の部分も真っ白なので横から見るときもすっきりして見えるのがいいですよね。よくあるフックといえばこれまではこういう風にフックを取り付けたらこの下に物をかけられるようになっていたと思うんですけど今回の商品はこれをひっくり返してかけられるようになっているのでなのでより高い位置にこのフックの部分が来るようになっています。もうこの目の付けどころというかこのかゆいところに手が届く商品が出てくるっていうのがやっぱりすごいなと思ってでもまさにこれを求めてたと思ってちょっと感動しました。特に結構重たいものを引っ掛けようと思うとその分フック自体も大きくなるのでどんどんこのフックの位置が下がっていくんですよね。でもこれはマグネットの磁力もしっかりしてるしこのフックがもう本当にもう例えば棚板があったらもうスレスレまで上に上げれるじゃないですか。なのでより高い位置に物をかけられるっていうのがすごく便利です便利ですってまだ使ってないんですけどあとはこれ物をかけた時にこのフックの部分が目立たないのもいいですよね。よりすっきりして見えます。で L サイズはこの幅が広めの作りになっているのでちょっとトートバッグとか持ち手が広めのタイプのものとかでも折れ曲がらずにかけやすくなっています。バッグに限らず洋服とかスプレーとかもかけられると思います。耐荷重は1つあたり 1.25 キロです。マグネットのフック探してるっていう方はもうぜひチェックしてみてください。ではマグネットが対応している場所に取り付けます。今回の棚はマグネットが対応していないので小さいパネルを貼ってみたんですけどこれでも十分な磁力でしっかり固定されます。ちょっと傾けながら外すのがおすすめです。こんな感じでリュックもしっかりかけられました。安定感があるので落ちる心配もないしフック自体が上の方についてくれるおかげで床にすることなくかけられます。あとシャツもかけてみます。こんな感じでシャツも下にすることなくかけられるしフック部分が上についていることでフックが目立ちにくいのもいいなと思います。今度はある程度荷物が入ったショルダーバッグをかけてみたんですけどしっかりしているおかげでこちらも浮かせられました。帰ってきてバッグをすぐ床に置いてしまうっていう方はこういう風に定位置を作るのもおすすめです。あと L サイズはこの幅が広めの作りになっているので幅が広いショルダーも折れ曲がることなくかけられるのが嬉しいです。玄関では傘や帽子をかけられます。他にもマスクやケースオートのプレートなどをかけておくこともできます。キッチンではゴムを引っ掛けたりスプレーボトルもかけられます。必要な時にさっと取り出せるのが便利です。あとは置き場に困る菜箸なども一時的にこんな感じで浮かせることもできます。ちょっとハの字になるように角度を変えると鍋蓋も一時的に置けました。こちらも使い方次第でいろんな場所で役立ちます。続いてリビングやデスク周りの収納におすすめのアイテムです。こちらテーブル横リモコンラックです。こちらは2970円で販売されています。よくある収納のお悩みとしてリビングの収納とかよくリモコンの収納で悩んでいるっていう方が多いなと感じています。そんな時はもうこちらがあればそのデスクに後付けで収納スペースを作ることができるしもうそれでリモコンの定位置も作れるのでもうぜひこちらを使ってみてください。収納スペースはこんな感じで細長いスペースになっていてさらにこれ稼働できる仕切りが2つついています。こんな感じでマグネットがついた L 字の仕切りなんですけどこれをセットします。そうするとこんな感じで収納したいものに合わせてこの仕切りの位置を稼働できます。
なのでこれだったらリモコンとかを入れても中で倒れないし、ペンとかも立てておけます。で、こちらはこの調節ネジでデスクに固定できるようになっているので、デスクに粘着テープをつけたりとか、何かネジで穴を開けたりっていう必要がなくなります。なので極力デスクに粘着テープを貼ったり傷つけたくないという方にもおすすめです。で、さらにまだめちゃくちゃ考えられてて、これケースの底の部分にちょっと穴が開いているんですけど、ここにケーブルを通せるようになっています。なのでタブレットやゲーム機を収納しながら充電することができます。もう便利すぎますよね。で、テーブルの厚さは 1.2 センチから5センチまでに対応しているので、事前にその幅だけチェックしてから購入するようにしてください。今思ったけどこれマグネットも対応しているから、なんか最悪ちょっとしたメモとかも貼りそうですよね。後で使ってみます。はい、こんな感じでリビングのテーブルやデスク上は物が散らかりやすいと思います。はい、そこでこちらを取り付けていきます。はい、ではこのネジの部分を緩めた状態で棚板にセットします。そしたらこの底の部分のネジを回して固定します。はい、これでしっかりと固定できました。では付属の仕切りを使いながらさっきのものを収納していきます。リモコンの幅に合わせて仕切りをセットします。で、そこには隙間が空いているので、細かいものを入れる場合はケースを使うのがおすすめです。こちらのケースを入れて、でペンを収納します。で仕切る。はい、こんな感じで綺麗に収納できました。これだったら使う時も迷わないし、中でぐちゃぐちゃに散らかることもなくなります。で、こちらマグネットも対応しているので、マグネット付きのリモコンなども設置できます。で、このようにリモコンの定位置を決めることができれば、毎回リモコンを探す必要もなくなります。そしてこちらの隙間はケーブルを通せるようになっています。なのでタブレットやスマホの充電ケーブルを通してこのサイドに引っ掛けておくこともできます。はい、こんな感じで充電をしたまま収納できます。はい、そして反対側にはノートを収納したり、この手前の部分にメモを貼ることもできます。はい、こんな感じですっきりと収納できました。はい、これがあればテーブルの上はいつも広々と使えるようになります。はい、続いては毎日が楽になるアイテムです。こちら。ウォール角度調節ドライヤーホルダーです。お値段は2530円で販売されています。はい、本体はこちらです。はい、こちらはドライヤーを収納しつつ、で実際使うときはもうハンズフリーで髪を乾かせるアイテムになっています。これめちゃくちゃ画期的じゃないですか？で、このホルダー部分はシリコン素材でカバーされているので、ドライヤーやコードの滑りや傷を防げるようになっています。はい、で今これまっすぐな状態なんですけど、ちょっと角度を変えてみると、はい、こんな感じで自在に調整できます。なので右側左側どちらにつけてもこのお好みの角度に調整できるので、自分の身長とかに合わせて角度を変えられます。はい、こちらは付属でこういったパーツが入っていて、石膏ボードの壁に対応したアイテムになっています。この穴が目立ちにくいピンで刺すか、あとはネジで固定することもできます。で、こちらがあればドライヤーをここに浮かせて収納しつつ、使うときはまた角度を調整して自分好みに使えるので、毎回ドライヤーを動かしたりとか常に持っておくっていう必要がなくなります。なのでズボラさんとかちょっと髪の毛が多い方とかだったら、片手だとね結構長時間ドライヤーを持つのが大変だったり、髪も乾かしにくいと思うんですけど、これがあればもう両手で乾かしたりとか、お子さんがいる方とかもお子さんの髪を乾かしてあげたりとか、お子さん自身でも髪を乾かしやすくなると思います。で、今回紹介するタワーのアイテムは全部このホワイトとブラックもあるので、お部屋の印象に合わせて選んでみてください。はい、ではドライヤーホルダーを取り付けていきます。これが本体と同じ大きさになっているので、これで好みの位置を確認して、でそこでマスキングテープなどで固定します。でピンが刺せたらカバーをします。で、同じ要領でこの2つの取り付けベースを固定していきます。はい、そしたらこちらのホルダーをさっき取り付けたパーツに引っ掛けます。はい、差し込む時にちょっとコツがいるんですけど、しっかり合わせてはめれば全然動くことなく固定できました。
ピンを刺す時にちょっとでもこう差し込みきれてなかったりとかすると、その凹凸によってはめれなかったりもするので、ピンを刺す時からしっかりと奥まで入るようにして設置するのがおすすめです。はい、こんな感じでケーブルを通してから本体を収納することもできます。で、実際にドライヤーを置いて使ってみたんですけど、長時間持ち上げておく必要がないのがすごく楽でした。で、ずっと置いた状態で使うには自分も動く必要があるので、自分で持って使ったり置いて使ったり使い分けるのがいいなと思いました。あとは両手が空くのでブラシを使いながら乾かせるのも良かったです。使った後はケーブルをまとめて一緒に収納できます。はい、続いてこちら。ウォールプリントスチールパネルです。こちらは2200円で販売されています。ちなみに L サイズは3850円で販売されています。で、こちらを好みの場所に設置することでマグネット収納ができるようになります。こんな感じで付属でマグネットも3つついていました。で、こちらも石膏ボードの壁対応になっているので、ネジとピンがついています。結構マグネット収納って本当に便利で、いろんな収納グッズも出てたりとかすると思うんですけど、でもこう部屋の壁が対応してないっていう時もこれがあればもう簡単にマグネット収納が叶います。で、縦横どちら向きでも使えるので、この設置したい場所とか使い方に合わせて変えられます。デスク周りでメモなどを貼ったりとか、キッチン周りでキッチンツールを置かせてもいいと思うし、玄関や廊下などに貼って、お子さんのイラストとか、思い出のものとかを飾っても良さそうですよね。この穴を活用すれば結束バンドで固定することもできるので、好みの場所に設置してみてください。はい、こちらはこのピンを使って固定していきます。今回はちょっとこういう便利なアイテムを使っているんですけど、10円玉とかでもできます。で、固定できたらカバーをつけます。これでもう壁がマグネット対応になるので、あとは好みのものを浮かせられます。はい、では付属のマグネットで固定していきます。はい、こんな感じでちょっとしたメモとかお家に飾りたいものとかを固定できます。はい、他には100均のマグネットケースなどを組み合わせてこんな感じでペンを収納したりもできます。あとはリモコンの裏にマグネットをセットするとそのままリモコンも浮かせられます。これで毎回リモコンを探す必要もなくなります。今度はこちらの穴に結束バンドを通して突っ張り棒に固定します。はい、こんな感じで通したらこのちょうど突っ張り棒の太さが変わる部分、ここに引っ掛けるようなイメージで固定していきます。できれば寝かせた状態で突っ張り棒に全部通してから最後ギュッと締めていくか、誰かに支えてもらいながらやるのがいいと思います。はい、今上の部分だけ両サイド取り付けたんですけど、これでもう下に落ちてくるっていうことはなくなります。では同じようにこの下も固定していきます。はい、これで簡単にマグネットボードが付けれました。はい、これでレシピを見ながら料理しやすくなります。はい、他にはこんな感じでキッチンツールやシリコンの蓋などもかけられます。料理をするときにさっと取り出せます。はい、こんな感じでセールをかけることもできました。本当に使い方次第でいろんな場所で活用できるので、浮かせる収納がしたいとかマグネット収納を作りたいという方に特におすすめです。はい、続いてこちらです。ウォールダストボックス&収納ケースです。こちらは2970円で販売されています。こちらは置いても壁に浮かせても使えるケースになっています。はい、使い方はこの上部を手前に傾けると、はい、こんな感じでポケットが出てきます。なので使う時だけ開いて取り出せるようなケースです。で、こちらは洗面所周りでスキンケア類とかちょっと生活感が出やすいものを収納してもいいし、あとはビニール袋をセットしてゴミ箱として使うこともできます。はい、こんな感じでよく見るとこのケースのサイドにちょっとした隙間があるので、ここにゴミ袋を引っ掛けてセットできるようになっています。ゴミ箱って特にゴミ箱感が出やすいんですけど、これだったらもう見た目が本当にスッキリとしているのでゴミ箱感もないし、しかも片手で開けて片手で捨てられるのですごく便利です。で、壁に浮かせるときは粘着タイプのこちらのフィルムフックか、あとはこの穴が目立ちにくい石膏ボード用のピンで浮かせられるようになっています。このケース自体はちょっと開けたら上に持ち上げると、はい、こんな感じで簡単に取り外せます。で、この4つの穴から取り付けてください。こちらはトイレのお掃除グッズやナプキンなど入れてもいいし、洗面所でゴミ箱として使ってもいいし、玄関でマスク入れとかにもできそうですよね。スキンケア、ヘアケア類はそのまま置いてしまうと生活感が出やすいです。ではまずはこちらを置いて使っていきます。
で、手前に開いて使うことができます。で、実際にスキンケア類を入れていきます。はい、こんな感じでたくさん入りました。容量的にはこれぐらい入るんですけど、このままだと物を取った時にちょっとこんな感じで崩れやすかったりはするので、仕切りなどを作って工夫してもいいかと思います。はい、こんな感じで見た目はさっきよりもすごくスッキリとしました。はい、こちらはトイレの棚に置いて使えます。で、中にはよく使うトイレクリーナーだったり、こういった粉タイプのクリーナーも入れられます。はい、こんな感じで入れておくと、普段は生活感なく隠せるし、使いたい時もすぐに取り出せます。はい、こんな感じで真っ白なのがスッキリとして見えていいですよね。はい、ではケースを少し傾けて上に持ち上げて取り外します。で、この中からさっきのピンを固定していきます。はい、3本のピンとカバーをするとこんな感じで留めれます。ちょっと今回は仮で留めてるので一旦2箇所なんですけど、場所が決まったら4箇所全部につけてください。はい、そしたら今度はビニール袋をセットします。この隙間の部分に引っ掛けながらセットします。で、こちらを戻します。あとはもうこのままゴミ箱として使うことができます。はい、こんな感じでゴミ箱感なくゴミ箱を設置することができました。はい、最後こちらです。マグネットシリコーンバンドを購入しました。こちらは1つ1100円で販売されています。今回は楽天で2つセットを購入しました。はい、中にはこんな感じのシリコーンバンドにマグネットがついたものが入っていて、こちらをボトルにセットすることで、ボトルをマグネットで浮かせて収納することができるようになります。はい、イメージはこんな感じで、お掃除用のスプレーや防虫スプレーなどもセットできるようになっています。取り付け方はもうボトルにこちらを通すだけです。ちょっとこういう風に伸ばしながらセットします。そうするともうここにマグネットが内蔵されているので、そのまま壁に浮かせられるようになっています。よく使うスプレーやボトル類はしっかりどこかにしまい込んでしまうと、ちょっと毎回取り出すのが手間に感じたりするんですけど、これだったらマグネットが対応する場所であれば、その近くにパッと貼っておくだけで済むので、毎回どこかから取り出すっていう手間も省けます。で、こちらシリコン素材になっているので、浴室やランドリールームなどでも使えます。他にも玄関やキッチンなどいろんな場所で使えるので、これはもう何個も欲しくなるアイテムなんじゃないかなと思います。それこそさっきみたいなボードにセットすれば、こんな感じでお掃除スプレーを並べることもできそうですよね。で、こちらのバンドを通すときは、このマグネットの角度がついているので、この向きだけ気をつけて通してください。はい、こんな感じでセットできました。あとはもうこのまま貼るだけです。マグネットもしっかりとしているので、ドアを開け閉めして落ちる心配もないです。はい、これだったらもう必要な時にさっと取り出せます。こういった四角いタイプにも対応しています。キッチンのお掃除をする時もこれだったら毎回さっと取り出せます。お風呂の入浴剤も浮かせることができました。ボトルの大きさにもよると思うんですけど、ある程度太さのあるところであればしっかりと留められます。これだったら浮かせられるし、気軽に移動もできるので、お掃除の時も楽ですよね。こちらもこのバンドをつけることで、こんな感じでもう洗濯機周りに設置できるようになりました。これだったら毎回高いところに手を伸ばしたりしゃがむ必要もなく使えます。あとこの置き場に困っていたボディミルクもこんな感じで浮かせられます。ちょっと軽く支えながら押す。これはもう持っていたら本当にいろんな場所で活用できるので、ぜひ取り入れてみてください。はい、ということで今回は3000円以下で購入できるタワーの収納グッズを紹介しました。で、今回紹介したアイテムは概要欄にも貼っておきます。他にもタワーでは様々な収納グッズや便利グッズも販売されているので、ぜひチェックしてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。